皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。もう春真っ只中ですが、冬が過ぎてそれとともにね、お出かけしたくなるわと思いつつ、そうなるとその春物が欲しくなる今日この頃です。ということでね、今日は最近私がオーダーしたお洋服が届いたので、そのお洋服を使って着回しながら春服コーディネートを組んでみたいと思います。そして動画の後半では、以前よりそのリクエストをいただいていたバーキン25センチとバーキン30センチの比較と、実際に使ってみての正直レビューっていうのをしていきたいと思います。それでは早速、まずは春服着回しコーディネートからいきます。今回私がオーダーしたのはリリーシルクというブランドで、聞いたことがある方もいらっしゃるかと思いますが、 100% の天然シルク素材や最高級のカシミヤ素材を主に扱い、化学繊維は使わずに天然繊維を使用していて、環境問題にも取り組んでいるブランドです。でですね、そもそもシルクっていうのはその綿の 1.5 倍の吸水性があり、同時にね、放湿性も高い素材です。なので肌をいつでも清潔に保ち、そのお肌が弱い方や化学繊維などでかぶれやすいという方にもね、安心してお使いいただけます。その私自身たまにね、衣類が合わなかったりすると、ちょっとこの辺首周りに湿疹ができたりすることがあるので、このリリーシルクの製品っていうのはね、以前からとても興味がありました。それでは早速、今回私がオーダーしたアイテムを紹介します。まず1つ目はホワイトシルクトラウザーです。ちょっとね、裾の方をめくってみると、裏地がしっかりついていて、肌触りがとっても気持ちよくて、上質なシルクを使用しているっていうことがわかります。着用してみると、こちらのトラウザーは足を通した瞬間にシルクの滑らかさがとても気持ちいいです。そしてトラウザーにはしっかり裏地がついているので、下着が響きにくく、腰回りにしっかりタグが入っているので、余計なお肉は拾わず、かつ締め付け感がないので、着心地はとてもゆったりしています。またこちらのトラウザーはハイウエストデザインになっているので、足長効果も期待できます。年中着られるボーダーニットとヴィンテージジャケットを合わせると、このまま私が大好きなパリに行けそうです。そして2つ目はこちら、キャメルのニットトップです。こちらのニットはシルク 90% にカシミヤが 10% ブレンドされていて、シルクの上質な光沢感とカシミヤのソフトでしなやかな風合いが絶妙な生地です。先ほどのトラウザーとこちらのキャメルニットのアイテムを着用してみます。トップスはミニマルなデザインのモックネックのニットを持ってくることで、シンプルなのにおしゃれ見えするコーディネートの完成です。この手のトップスは流行り廃りがないので、1枚持っておくととても便利です。春でこれ1枚だと少しまだ寒いかなということで、ジャケットを羽織ってみるとまた雰囲気が変わります。シルクのお洋服といえばシルクのブラウスが思い浮かびます。ということで今回3つ目にオーダーしたのはこちら、ホワイトシルクのブラウスです。こちらのホワイトシルクのブラウスはリリーシルクの今年の春の新作で、本来思い浮かべるシルクのブラウスほど光沢感がないので、こなれ感が出てカジュアルな日にもフォーマルな日にも両用使いできそうです。そしてこちらのね、このパールとフェザーがついた遊び心のあるネクタイは取り外しが可能です。先ほどのシルクのトラウザーと合わせると、オールホワイトの春でも夏でも着れそうな洗練された上品な大人の週末コーディネートの完成です。白の分量が多くなりすぎた時は小物で白の分量を調整します。これだけでは寒いかもという時は、春服の王道トレンチコートを合わせたり、薄手のセーターやカーディガンを肩掛けすると気温の変化にも対応できます。またパンツをベージュトーンに変えてスニーカーを合わせてみると、一見上品なシルクのブラウスも
カジュアルに楽しむことができます。そして最後はこちら、カシミヤ 100% のケーブル編みセーターです。触ってみると本当に柔らかくてケーブル編みがとても美しいセーターです。これ1枚を着るだけでね、一気に上品に見せてくれそうです。そしてこちらのカシミヤセーターはシアーになっているので、春はもちろん夏には日よけにもなり、これからの季節にね大活躍してくれそうです。とてもカシミヤが柔らかくて着心地がいいです。ケーブル編みが美しいので、これ1枚着るだけで上品に見せてくれます。夏はベアトップやタンクトップを着用した上から着たり、肩掛けもできるので、夏の冷房対策や日よけにもなり、インナーを着ると秋口まで着られるので、1年の大半を楽しむことができそうです。また先ほどのシルクのシャツの上にこのカシミヤのセーターを重ね着すると、きれいめ大人カジュアルの完成です。この可愛らしいカフ部分と襟をしっかり出すことで、コーディネート全体にメリハリが出ます。実際にリリーシルクの商品を着用してみて、シルクの光沢や滑らかな肌触り、そしてカシミヤの軽さと柔らかさっていうのはね、本当にとても着心地が良かったです。シルクやカシミヤといった天然素材の魅力を最大限に生かしたナチュラルで上品、タイムレスなデザインはオフィスやフォーマルシーン、そしてカジュアルなね日常まで着回しがしやすく、長く着られることを考えるとお値段にも納得できます。またリリーシルクはレディースファッションの他にも、シルクのパジャマやメンズファッション、ベッドシーツや枕カバー、スカーフなど、幅広く展開されています。自分へのご褒美や大切な人へのプレゼントに、お気に入りのアイテムを選んでみてください。今回はリリーシルクの商品が 20% オフになる割引コードを準備していただきました。本日私が着用した商品とサイズ、割引コードは概要欄に載せておきます。さて今日はね、このまま動画の冒頭でもお話ししたバーキン25センチとバーキン30センチの比較とレビューをしていきたいと思います。こちらバーキン30センチを購入して2年が経ち、こちらの25センチを購入してから1年が経ちました。そろそろねそのレビューできるぐらいの月日が経ったかなと思うので、以前リクエストをいただいていた比較動画兼、実際に使ってみてのね正直なレビューっていうのをしていきたいと思います。バーキンが気になっている方や、今後バーキンをね購入する予定がある方に少しでも参考になればと思います。まず私はパリの本店でバーキンの30センチを購入しました。その購入した時のね動画っていうのは別動画がありますので、気になられた方はこちらをご覧ください。で購入した時にね SA さんに言われたのが、そのファーストバーキンだったらその30センチをおすすめしますと言われました。その理由はねちょっと2年前のことなのではっきり何だったか覚えてないんですけど、やはり主流っていうことでしょうか。ヨーロッパのねかっこいいマダムっていうのは30センチから35センチのね大きめのバーキンをかっこよく持っているっていうイメージがあります。そしてこのバッグを購入した1年後に25センチをパリのエルメスで購入しました。またねそれも別動画があるので概要欄に貼っておきます。その時の第一印象っていうのがね、とにかくちっちゃって思ったんですよね。あまりにも30センチの方を見慣れていたので、その25センチがとても小さく見えました。本当に5センチしか変わらないのかなって思ったので、ちょっと今日は初めてサイズを測ってみようと思います。
重さの比較です。本当はね同じレザーで比較できればよかったんですけれども、今回はトリオンクレマンスのレザーの30センチのバーキンと、トゴのレザーの25センチのバーキンでの比較になります。それでは次にレザーの特徴に入ります。トリオンクレマンスのレザーはお牛のレザー、オスの大人の牛ですね。よく使われているのがピコタン、エブリン、リンリー、このあたりですね。トリオンクレマンスのレザーの特徴としましては、とても柔らかくて型崩れが起こりやすい、またトゴに比べるとねちょっと重いっていう難点はありますが、血筋がないためその皮の見た目がね綺麗で、その発色が濃くレザー自体にその高級感があると言われています。続いてはトゴレザーの特徴としましては、まずオスのね子牛のレザーでバーキンやケリーによく使われています。トゴのレザーの特徴は程よく柔らかく程よく硬いというね、その要するにどっちつかずなんだけどある意味両方のねいいとこ取りなわけです。なのでその型崩れはしにくく、そのフォーマル、カジュアル両方使いやすいです。でね、そのトゴは比較的マットな質感で、その天然の皮ならではのねその血筋と呼ばれるその血管が通っていた跡っていうのがね見られるものがあります。その血筋がねくっきり出ているものやあまり出ていないものなどね、そのバッグによって違うので、そのキャラクターがあって私はいいなって思うんですけど、その血筋がちょっと気になるっていう方はね購入前にいくつか違う照明に当てながらちょっとしっかり見た方がいいと思います。ちなみにですね、そのトリオンクレマンス、トゴともにですね傷、すれには強くそこまで気を使って使う必要がないので、結構優秀なレザーだと思います。さてここからは最後にね私の使ってみた正直なレビューっていうのをしていきます。まずは30センチから。30センチっていうのはね正直重たいです。その長く出歩く日にずっと持って歩くのはちょっときつかったりしますただねその荷物は結構入ります。その分そのフルでね荷物を詰めた時のバーキン30センチっていうのは重いです。ちょっとした筋トレかなって思ったりしますでも30センチはねやはりかっこいいですよね。何度も言っていますが、その私の中でねそのヨーロッパのかっこいいマダムが大きめのバーキンを持って歩いている姿はねやはりこれだって思っているので、そのこれからもっとレザーがくったりなるまでね使い込みたいと思います。お次は25センチです。やはり小さい分ねフォーマルに見えやすく、フェミニンな雰囲気を出しやすいかなって思います。ちなみに私は荷物が少ないので旅行中は断然25センチです。重さと色味的にもね服装のテイストを全然選ばないので年中とても使いやすいです。そしてですねよく言われているのが、その25センチは腕にかけて持てないっていう話を私もね購入する前に人から聞いたことがあって、実際に今日はお見せしたいんですけれども、腕はね通るんですよ。こうやってもちろんねその厚手のコートを着たらちょっと厳しくなるかもしれないんですけど、冬以外だとほぼ年中こうやって腕にかけて持てます。でもその腕にかけた状態で中のものが取り出しやすいかって言われると、荷物をたくさん入れてない日は楽勝だと思うんですけど、荷物を結構詰めちゃった日は取り出しにくい。なので基本的にはねハンドルをこうやって持って使っています。今後バーキンを購入する予定がある方でサイズに迷われていたら、まずねそのバッグを使う目的に合わせて決めたらいいと思います。その日頃荷物が少なめでお出かけや華やかな場面でね使いたいっていう方には25センチがおすすめです。また小柄だったりするとね25センチっていうのはバランスが取りやすいです。逆にそのもう少しねこなれ感を出しながらそのデイリーユースを楽しみたいっていう方には30センチがおすすめです。以上が私がねバーキンを使用してみたレビューでした。最後にこの全てを知った上で今ねこれから自分がファーストバーキンを購入するとしたら30センチを買うと思います。身長やね服装のテイスト、
ライフスタイルによってねその好みっていうのも変わってくると思うんですけれども、今の私はねその何十年先もかっこよく持ちたいっていう気持ちが強いので、バーキンは30センチを選びます。エルメスという確かな品質を提供し続けるブランド力と、フォーマルな日もねカジュアルな日も合わせやすいタイムレスでシンプルなデザインのバーキン、一生ものってね本当にあるんだなって思わせてくれたバッグです。まだ2年そこらでね全然使い込めていないんですけれども、これからねゆっくり一緒に年を重ねていこうと思います。今日はこの辺にします。今後バーキンの購入を検討されている方へ少しでもね今日の動画が参考になれば嬉しいです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。皆様良い一日をお過ごしください。バイバーイ。